私はいじめられっ子の幼馴染と一緒に転校することにしたが、彼女は最終日に一転してそれを引っ込めた。友人がからかった。ハリーを追い出すためにずっといじめられたふりをしていたなんて信じられないよ。あの子、君の幼馴染だろ？彼を一人ぼっちで別の学校に行かせるつもりなの？レナはそっけなく言った。この町の別の学校に過ぎないでしょ。どこまで離れるっていうの？いつもべったりついてくるの、もう飽き飽きなんだ。ちょうどいい距離を置けるわ。私はその日、ドアの外に長い眼差し尽くし、振り返って去ることにした。しかし、転校願いには、ヘールズウッド高校ではなく、両親が私を入れさせたかった海外の高校の名を記した。誰もが忘れているようだった。レナと私は、最初から別世界の人間だったということを。第一章。真実を耳にした瞬間、私の心臓は激しく震えた。この1ヶ月間、レナ少は幾度となく殴られ、無実の罪を着せられてきた。私は必死で彼女をかばい、傷つかないよう尽くした。けれど、どうしても間に合わない瞬間があった。耐えきれなくなった私は、転校を提案した。その時、レナは氷水をぶっかけられたばかりで、繊細な顔は青ざめ板踊りじしく、どうしようもなく私の手を握った。ハリー一人で見知らぬ場所には行きたくない。レナと私は、保育園の頃からずっと登下校を共にする10数年の幼馴染だ。それに、私は心の奥で密かに彼女を思っていた。だから、一瞬の勢いで彼女に言ってしまった。怖がらないで。君が行くところならどこへだって一緒に行く。けれど今、ようやく知った。彼女のすべての行動は私を遠ざけるための念入りな芝居だったのだと。思わず疑ってしまったレナはそんなにも私を嫌っていたのか？個室の中の会話は続く。ハリーって本当に一途だよね。今さら別の学校に送り出すなんて誰か他の子に取られてもいいの？ハリーが？レナは嘲笑を込めた笑い声を上げた。まるで世界中で一番面白い冗談を聞いたかのように。あの子、私のために集団リンチに割って入ろうとしたのよ。あざだらけ、傷だらけになっても一歩も引かなかった。そんな子が私を好きじゃなくなると思う？誰かが小声でつぶやいた。でも、もしだってハリー、意外と手強いかもしれないし。レナの口調はだるそうだ。一校にだって可愛い子はたくさんいるけど、あの子、誰に目もくれなかったじゃん。その口調は、いやおうなく軽蔑を含んでいた。いつだって私の後ろをついてくるだけ。飼い犬だって、あんなにしつこくはないわ。個室からは、鋭く耳障りな笑い声が湧き起こり、それはまるで私の方を平手打ちするような音だった。立ち去りたい。でも、足は床に釘付け毛になり、聞かされるそして傷つけられる。誰かが感心したように舌打ちした。好きな男をわざわざ自分から突き飛ばす人なんて初めて見たわ。尊敬するよ。でもさ、ハリーのべったりが嫌なら本人に言えばよかったんじゃない？しつこくつきまとうタイプには見えないけど。レナはうんざりしたように舌打ちした。ハリーって頑固なんだよね。はっきり言ったって、そう簡単には引き下がらないよ。それから彼女の口調が変わった。それに、マイケル、あの子、ハリーを見ると劣等感で悲しくなっちゃうんだ。私が側にいてあげないと元気が出ないの。マイケルのために私にできることはそれだけ。ハリーには少し我慢してもらうしかないわ。それを聞いた瞬間、みんなはすぐに理解した。レナがいじめられているふりを結構したのは、マイケルが一校に転入してちょうど1週間後のことだった。誰かが笑いながらレナを罵った。この子悪魔、転入してきたばかりの子に一目惚れかよ。でもマイケル、
本当にイケメンだし、性格もとっても優しい。女の子が惚れるのも当然。ハリーとは違うね。冷たくて厳しくて、人を千里も遠ざける感じ。どんなにイケメンでもどうにもならないや。私への無遠慮な批評が波のように次々と押し寄せる。そして私が密かに思い続けてきたレナは、止めもせず、否定もせず時折同意さえした。私はドアの外に立ち、心は深い深い奈落の底へと沈んでいくうつろで、重く、息が詰まりそうだった。一瞬、扉を開けてレナに問い詰めたい衝動に駆られた。なぜ嘘をついたのか、と。私が彼女を守るために殴られるところを見て、一瞬たりとも罪悪感や心の痛みを感じなかったのか、と。こんなことをする前に、十数年続いた私たちの関係を少しは考えなかったのか、と。けれど結局、母の言葉が耳に残った。余計なことをするな。人は一晩で変わったりはしない。私は振り返り、その個室を後にした。第2章。かすかに続く痛みは、遅ればせながら脳に届いた。本来なら、こんなに動揺することはない。友人の裏切りに過ぎず、大したことではないと自分に言い聞かせた。けれど、友情という線を最初に踏み越えたのは、レナの側だった。一緒に転校しようと決めた日、彼女は私をバーに連れ出し、我々の解放を祝って酒を飲んだ。曖昧な明かりが揺らめく中、私は密かに思いを寄せてきた相手を見つめ、少しめまいを覚えた。だから、彼女が寄り添いキスをしてきたとき、拒まなかった。長年押し殺してきた思いが一瞬で暴走したのだ。私は抑えきれず、口をついて出た。レナ、僕たち今、何？レナはもう一度、私の唇に愛おしそうにキスをしていった。バカ、それ以外に何があるの？個室に歓声が上がり、その空気は私の胸の高鳴りのように暖かかった。たった2日後、レナ自身の口からその一方的な願いを打ち砕かれることになろうとは思ってもみなかった。私は笑った。涙が止めどなく頬を伝った。だからあの曖昧な返事もレナにとってはマイケルのために私を早く追い払う方便に過ぎなかったんだ。風が寝室の風鈴を鳴らし、私の涙を乾かす。砕け散った心もゆっくりと形を取り戻し始めていた。レナは間違っていた。彼女は正家の諸子に過ぎず、私はチェイス家の唯一の跡取りだ。確かに、ベタベタとくっついているべき関係ではなかった。釣り合わないからだ。手にした転校願いは涙で滲んでいた。インクがにじみ、紙は汚れている。けれど、構わなかった。これが汚れているなら、きれいなものと取り替えればいい。チェイス家には、替えの品に事欠かない。私は新しい用紙を印刷した。だが、転校先の記入欄に差し掛かったとき、母に電話をかけた。母さん、前に海外の高校に行かせたいって言ってたけど、どこを考えてたんだっけ？一人で行くよ。部屋の風鈴が澄んだ心よい音を立てる。私のために祝福しているかのように。私はそっと目を閉じた。今回、まぶたの裏に浮かんだのはレナの顔ではなかった。レナに似ているが、より優しく魅力的な女性が私に向かって微笑んだ。2年前と同じ確信と真剣さで。ハリー君は遅かれ早かれレナを諦めて私を選ぶよ。あの時は冗談だと思っていた。今、私は心の中で静かに繰り返す。レナ、僕は本当に君入らなくなった。新しい願書に記入し終え、私は深く息を吸った。静かな平静さが訪れた気がした。その時、突然誰かがドアをノックした。私は呆然としたこの家はいつも私一人の場所で、暗証番号を知っているのはただ一人。
ドアを開けると、アンのジョーレナの顔が見えた。彼女の口調はいつものように優しい。ハリー、ずっと友達に挨拶に来ないから心配してたんだよ。私は平静を装って話そうとした。ちょっと体調が悪くてやめておくよ。二人を追い払おうとした瞬間、目の隅に意外な人影を見た。臆病で気取ったマイケルがレナの傍らに縮こまり、私と目が合うとわずかにたじろいだ。レナは彼の一挙手一投足を見逃さず、すぐに彼の手を握った。ハリー、マイケルを怖がらせないで。またその芝居だ。マイケルはいつも、まるで私が何か許しがたい大罪を犯した怪物のような虚弱なふりをする。けれど、私は何もしていない。私の表情は冷たくなった。他人を家に連れてくるのは好きじゃないって言ったはずだ。レナはやや不愉快そうに眉を潜めた。マイケルは他人じゃない。それに、彼は君を心配してきてくれたんだよ。私が反論する前に、マイケルが突然演技を始めた。ハリー、ごめんね君、いつも僕のこと下に見てるってわかってるけど、僕、毎日シャワー浴びてるんだ。彼は満面の悲しみをたたえて付け加えた。君の家を汚したりしないよ。それを聞いて、レナはすぐに眉を潜め、不機嫌そうに私を見た。ハリー、マイケルはただ家が貧乏なだけだよ。君が思うような救いようのない人間じゃないんだから。君がそんな風にするなんて、本当にがっかりだよ。マイケルはおどおどと頭を垂れ、理解を示し許すような様子を見せた。レナ、僕、平気だよ。ハリーと喧嘩しないで。彼はすすり泣きながら屈辱に耐えるような、それでいて強がった笑みを浮かべた。だってハリーは君たちは幼馴染だって言ってたし僕なんかその地位に比べようもないし。何言ってるの？あなたはあなたで特別なんだから。レナは優しい声で彼をなだめた。それから彼女は私の方へ向き直ると、氷のように冷たい表情で重々しく言った。マイケル、気分が優れないみたい。先に家に送ってあげるね。君は自分がいましたことをよく考えておいて。忘れないで、転校願いには認め印が必要なんだからね。私は自分の人間性の判断のまずさについて真剣に考え直した。それから家の玄関の暗証番号を変更しに行った。胸に溜まっていた怒りがようやく少し和らいだ。第3章。翌日、私は新しい転校願いを持って学校へ認め印をもらいに行った。あの鮮やかな赤い印が私の別れをしっかりと紙に刻みつけるのを見つめながら、一瞬、心の中にうつろが広がった。私は呆然と立ち尽くし、誰かが目の前に立った。レナがやや眉を潜めていた。ハリー、家の暗証番号変えたの？昨日マイケルを家まで送った後、すぐにあなたを探しに行ったんだけど、全然ドアが開かなくて。私は彼女の言葉を遮り、淡々と言った。ああ、変えたよ。彼女は少し不愉快そうな顔で、何もなかったかのように、まだ私たちが親しい間柄であるかのように尋ねた。新しい暗証番号は何？そうすれば、あなたの家でお世話できるから。私は冷静に答えた。必要ない。転校したら、もうあそこには住まないから。レナは私の手に握られた折りたたまれた願書を見て、何かを突然思い出したかのように言った。すっかり忘れてた。心配しないで、ハリー。明日私も認め印もらってくるからね。レナと歩きながら話すような時間は、マイケルが一校に転入して以来、次第に稀になっていた。私は一瞬目を閉じた。心の中にある名残惜しさに浸り、探るように言った。僕たちの間で心配なことなんて何もないよ。レナは長いまだまり、突然口を開いた。ハリー、実は私。
マイケルが彼女の背後に突然現れ、ノートの束を抱えながら甘えた口調で愚痴った。レナ、僕に勉強を教えてくれるって言ったじゃん？なんで急にいなくなっちゃったの？そう言いながら、彼はノートの束をレナに手渡した。レナの2ヶ月分の指導計画を見たから、対応する勉強の教材を用意したんだ。それから彼は遊び心たっぷりにウインクした。こっそり見たからって怒らないでよね。もちろん怒らないわよ。レナの笑顔にはどこか無理があり、後ろめたいように私を一別した。私に反応がないのを見て、彼女はかすかにがっかりしたような表情を浮かべた。私を遠ざけながら、もうすでに誰か他の人と未来を計画していたんだ。ただ、彼女の未来には、初めから私の居場所はなかった。私は顔に平静を保とうとしたが、心の中には、暗く重い酒のように苦さが広がっていた。爪を手のひらに食い込ませ、自分を奮い立たせた。二人で話して。僕は行くよ。マイケルは私に気づいたふりをして、ビクッと怯えた様子を見せた。ハリー。僕とレナが一緒に勉強してるから怒ってるの？でも僕、家が貧乏だし、君みたいにリソースもないし。そう言いながら、彼はまたすすり泣き始めようとしていた。私は付き合う気が起きず、冷たく言った。どけ。レナに残っていたわずかな後ろめたさのようなものは消え去った。彼女は私の手首をつかみ、怒りに震える声で言った。ハリー、その口の聞き方は何なの？私に話させようともせず、彼女は私をマイケルの前に引っ張り、叫んだ。マイケルに謝りなさい。傷ついていなかった心の最後の一片が、音もなく塵となって崩れ落ちた。今度は、躊躇わず、私は手を挙げてレナを強く平手打ちした。レナ、謝るべきはお前だ。でもマイケルじゃない僕に対してだ。第4章。私はこの10数年の間にレナからもらったものを一つ一つ整理した。18歳の誕生日にもらったネクタイ一度学校につけていったが、間もなくして、マイケルの首に同じものが巻かれているのを見た。彼は頬を染めていった。レナがね、誰かが持ってるものは、僕にも同じものをって。限定版のフィギュアの箱だけが残ったレナはフィギュア本体を持っていき、私のコロンの香りがついているのが好きだと言った。しかし翌日、それはマイケルの机の上に置いてあるのを見た。そして私の成人式の特別注文の革靴、藍色のアロマディフューザー。だからかつて私だけの唯一無二のものと信じていたそれらは、すでにレナによって誰か他の人にも同じように与えられていたんだ。いや同じようにですらなかった。レナがマイケルをどれほど優しく世話し、限りなく偏愛していたかを思い返した。口元に冷笑が浮かんだ。ならば、それらのものはもはや存在する必要はなかった。私は翌日の航空券を予約し、静かな最後の一夜を過ごす準備をした。午前2時、私は電話の音に飛び起きた。寝ぼけたまま受話器を取ったが、向こうは無言だった。ちょうど切ろうとしたとき、レナの声がした。ハリー、ごめん。私の頭は一瞬にして冴えた。もし彼女が、ようやく本当のことを話そうとしているのなら。レナは低い声で話した。マイケルが怪我しちゃって彼を一人にはできないから、転校の書類の方は後でやるね。高く上げられた心が、重く地面に叩きつけられた惨めで、バカバカしい。突然、レナに聞きたくなった君がいじめられているふりをしたせいで僕が味わった痛みはどうなるんだ？けれどレナは話し続けた。謝って？聞き間違えたかと思った。なんて？レナの声は確固としていた。ハリー、あなた本当にマイケルに謝るべきだと思うよ。彼が怪我をしたのとあなたが無関係だって胸を張って言えるの？私は突然言葉を失った。なぜなら
ようやく理解したからだマイケルのこととなると、私の口から出る一言一言が、すべて間違いなんだと。レナは再び口を開き、その声は氷に浸かったようだった。ハリー、あなたには本当にがっかりした。謝るなら何もなかったことにしてあげる。2ヶ月後、新しい学校へ一緒に転校してあげる。そんな子供じみたことで長年の友情を投げ出すつもりなの？私は彼女の言葉の奥にある脅しを聞き取った。けれど、もう未練も悲しみも感じなかったただ疲れ果て、うんざりしていた。私はきっぱりと電話を切り、彼女をブロックし、すべてを削除した。私は心から明日のフライトを楽しみにしていた。海外の景色は爽やかで、ある人物が私をまっすぐに迎えに来た。私の前に、正家の正当な跡取りの姿があった。ハリー、ご無沙汰だね。私は明るい笑みで手を差し伸べた。久しぶりだね、ローラ。私の携帯が鳴り、再会の挨拶を遮った。スワイプして出ると、それはレナの友人の一人からの着信だった。不審に思いながらも電話に出ると向こうからは、レナの少し慌てた声が聞こえた。ハリー、ヘールズウッド高校の何組に転入したの？なんでみんな君を見たことがないっていうの？